こんばんは、ミッドナイトズズです。今回ファイファインさんからダイナミックマイク K688 をご提供いただきました。マイク大好きなのでありがたいです。何本あってもいいですからね。このマイクは USB 接続と XLR 接続が両方対応のファンタム電源のいらないダイナミックマイクなので、ゲーム実況やライブ配信、ポッドキャストなどに最適なマイクです。ちなみにファイファインさんは2009年に設立された本社が中国にあるオーディオ会社です。マイクの研究開発から携わる会社みたいなので信頼度上がります。取扱説明書はちゃんと日本語です。真っ黒でシンプルなデザイン、かっこいいです。ショックマウント一体型になっています。本体重量が 328g 弱なのでとても軽く扱いやすい。風防もついており厚手なのでポップノイズの心配も少なそうです。風防は着脱可能です。背面には USB-C XLR3.5mm の差し口とマイクボリューム、ヘッドフォンボリュームがそれぞれついています。XLR 接続時にはつまみとワンタッチミュートは使えませんが USB 接続時は調整できるので本当に配信向けに特化したマイクです。マイクスタンドは別途買う必要性がありますが、スタンドへの変換アダプターも付属しています。マイクとパソコンを接続するケーブルも入ってます。USB-C to A で 2.5 メートルくらいの結構長めです。基本性能はこちら。人の過聴域が 20Hz から 20kHz と言われているので 70Hz から 15kHz ということは低域と高域は多少切れている印象です。後半録音して検証してますがゲーム実況などするには十分な音質でした。USB 接続マイクのメリットは外部インターフェースなしに簡単に接続できて簡単に扱えることだと思います。逆にデメリットは USB 接続で DAW に録音できないことが多いこと。もちろんこのマイクは XLR がついているので XLR 端子から外部オーディオインターフェースを経由すればちゃんと使えますが USB 接続で Cubase などの DAW で録音しようとすると大体ドライバーの問題で認識されませんのでご注意を。ショックマウント付属ですが一体型になっておりネジで固定されているので外すのは少し難しそう。マイクスタンドに取り付けて録音してみたいと思います。マイクスタンドの接続部分には主に2種類8分の3か8分の5インチがあるので必要な際は付属の変換を使用しましょう。マイク本体が軽いので安価なマイクスタンドでもかなり位置を調整しやすかったです。接続できました。通常のコンデンサーマイクのような縦配置じゃないのでなんだか配信感が増してかっこいい。 USB 接続をする場合は USB-C の接続を使います。USB 接続の場合は背面のつまみとワンタッチミュートが効きます。サウンド設定は取扱説明書にも書いています。 Mac の場合はシステム環境設定のサウンドからファイファインマイクロフォンを選びましょう。まず USB 接続でガレージバンドで収録してみます。ここからは収録音声を流しています。はあはあへっへーワンツーワンツーマイクチェックマイクチェック。本日は晴天なり本日は晴天なり。はあへーつえつえパパファファパパ。どうでしょう。
私は正直1万5,000円ほどの USB 接続マイクでこの音質は結構いいんじゃないかなと思います。ポップノイズもだいぶ吹かれない方なんじゃないかと。 XLR 接続でも収録してみます。この際はワンタッチミュートやつまみは効きません。はあはあはあ、へいへいへい。マイクチェック、マイクチェック、マイクテスト、マイクテスト。本日は晴天なり。本日は晴天なり。はひふへほ。パピプペポ。たちつてと。さしすせそ。低域と高域は多少切れてはいる印象ですが、逆にそれが視察音を緩和している印象も受けます。配信の際にはこれぐらいが本当にちょうどいいのかもしれません。普段使っているアーカーゲー P420 と比較します。こちらはコンデンサーマイクで価格は3万円前後。ははは、へいへいへい。ワンツー、ワンツー。マイクテスト、マイクテスト。マイクチェック、マイクチェック。本日は晴天なり。本日は晴天なり。ははは。パピプペポ。たちつてと。さしすせそ。交互に聞き比べてみます。本日は晴天なり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 。RX で音の周波数も見てみます。本日は晴天なり。本日は晴天なり。広域の拾い方はさすがにコンデンサーマイクの方がいいです。SN 比もしかりですね。ですがコンデンサーで価格帯倍のマイクと比べてこの勝負はかなり強いと思います。まとめますと私の印象はこんな感じ。 USB と XLR どっちも対応できて、音質もこの価格帯でダイナミックマイクなのを鑑みても必要十分だという印象です。むしろ配信系はこの K688 で収録した方がいいんじゃないかと思えるくらいのマイクでした。実はこのナレーションも Fifine K688 で撮っています。先日アップしたポッドキャストもこの K688 で撮っていますので、よかったら聞いてみてください。ご視聴ありがとうございました。